朝ここライブは始まってしまいました。皆さん起きていますか？おはようございます。起きていない人は起きてくださいね。起きていない人はね、もう死んでんで、半分死んでんで。というわけで今日も朝ここライブは元気に始まりました。今日なんか特別な日らしいですよ。サムネがなんか日のところがなんかオレンジだったからね。というわけで今日もいろいろな情報を皆さんにお届けしたいと思います。皆さんいきなりですが本日速報が入っています。なんと今日はですね特別な日なんですね。なので頭の上でちょっと頭の上でガタガタと何かおめでたくなってますね。おめでたくなってますけど一体どういうことなのでしょうか。なんとそうなんです。今日はですねハッピーバースデーありがとうございます。そうなんです。実は本日こちら桐生一馬氏ね本日誕生日なんですよ。イエーイこれはもう大ニュースですよ。もうねめでたくて仕方がないっすね。こう皆さんもやっぱ見てくださいわけ。桐生一馬氏にスパチャがねやっぱスパチャが飛んじゃってますね。やっぱおめでとうございますってね。やっぱさすがもう竜を背負う男ですから、もうレベルが違いますよ皆さん。ありがとうございます。桐生一馬さんこちらですねもう伝説の極道であり、私が愛しているゲームの主人公でありました。今はね新しく春日一番というね主人公が出てきましたから主人公でありましたということにさせていただきましたけど、52歳になったということなんですよ。もう立派なおじじですね。でもやっぱりいつまでたってもかっこいいですね。というわけですが違う分かってた。これはどうやら読めていたよ。もちろん皆さん本日は私の誕生日なんです。ありがとうございます。本日私桐生ココ氏生まれてしまいました。本日はね私が卵から生まれた日になります。卵自体がママンから飛び出てきたのはもうちょっと前なんですけども卵からちょっとつば飛んだ卵から爆誕したのが本日ということになりますね。皆さんお祝いありがとうございます。実はねこちら誕生日ということで昨日ねしかも40万人の記念というのもねちょっと一緒にねやらせていただきました。40万人記念、そしてお誕生日のカウントダウンをね一緒にさせていただいたんですけどもスーパーチャットありがとうございます。40万人ということでねこのタイミングで迎えると思わないかったのですけども40万人嬉しいのでつぶやいちゃったんですよ。このようにね40万人ありがとうということでつぶやいたんですけども、やっぱりねあいつが出てくることを予想しました。やっぱね皆さんいつもね何十万人達成って言ったらいつも出てくるあれですよ、おめでとうボット。やっぱね人の何十万人記念に常に現れて定型文を打っていくだけのおめでとうボット氏ですね。どっかの社長という噂もあるんですがボットですね。というのはね出てくる危険性がありましたので私こちら以下おめでとうエクスクラメーションマーク4つのリップ禁止ということでねおめでとうボットをねちょっと NG 登録したんですよ。そうしましたらなんとね結果ですねヤゴーボット定
型部変身できず、結局ねできないままになっているということなんですね。他の方にはねこのように他のねこうホロライブ何でしたっけホロスターのメンバーにはねこうしてやっているのでね今日やっているので私にはねできなかったということがね発覚しましたね。これ封印に成功したようですね。でもやっぱりボットですよねこれ。だって人間でしたらきっとねいやこれボット定型文できないから普通になんか別の言葉書いたろって思いますもんね。ボットスパッツはやめてくださいね。これ多分人間じゃないですよ。やっぱりボットということが証明されてしまったのではないですかね。皆さんの意見は大丈夫？ハブられてない？ボットにハブらそんなわけないですよ。ボット族封印のここ。じゃあボット族はね封印してありましたよ。どうすかやってありましたよ。草グラスヤゴかわいそう。いやヤゴかわいそうじゃないですよ。ボットだもの、機械だもの、機械に感情なんてないものというわけでですね、こんなんどうでもいいんですよ。本日これ私の誕生日になりますので、夜の10時Japan Standard Time 10 p.m. 夜の22時からプレゼント突待ち企画というのをやりたいと思います。これどういうことかと言いますとぐるぐるおいちょっと朝ここライブぐるぐるしたのちょっと久しぶりだわ。あまりねないかもしれないですけどこちら本日ね22時からちょっとホロライブのメンバーの方からバーチャルプレゼントをもらおうという企画をやります。プレゼント突待ち皆さんがねプレゼントを持って私の部屋に突してくれるのではないかと思っていますね。ちょっと楽しみですね。これに対し有識者はバーチャルアイドルのバーチャルセンスが試される。これヴィーチュアルセンスが確かに試されちゃいますね。これはちょっとね突待ちドキドキしてますね。誰か来てくれるといいなということで、皆さんも22時からちょっとまだサムネとか時間なくて用意してないんですけども用意したらすぐに枠を作りますので皆さんぜひ待機してくださいね。それでは次はなんか秘宝が入ってきているようですね。これ秘宝ですね。なんと先日行われましたこちらの深夜歌枠こちらの下がねノアルパイセンの配信ですね。実はこちらでですね悲しい情報が出てきてしまったんですね。これ一体どういうことなのでしょうか。皆さんノアルパイセンがボイストレーニングお歌の練習のためにボイストレーニングに通っているというのは皆さんこれ結構有名な話なので知っているかと思いますが、なんとノエルパイセンボイトレの講師が突如退職をしてしまったことにより息継ぎを履修できずに混乱してしまったということが発覚したんですね。こちらノエルパイセンねかなりペースが速い曲をこの時歌っていたのですけども、こちらでですねなんとねちょっと息継ぎができなくてねってなっていたところね実はねボイストレーニングの講師の方がね次は息継ぎを勉強しましょうと言ったところでねいなくなってしまったらしいんですね。ノエルパイセンによるとどういうことかと言いますと説明をしますとこのようにいつもの先生に同じ先生に通いまして次は息継ぎを学びましょうということでねこれね予定が決まっていたらしいんですよ。予定が決まっていたらしいんですけどその次の時にですね行きますとなんとかさんやめましたって言われたらしいんですよ。突然言われてしまいましてずっと教えてもらっていた先生がね今現在もおらんならおら
おられないということらしいんですよね。これね、ご本人もこれちょっと悲しみに暮れてしまって、次の予定も決まっていたにもかかわらずね、普通でもやめる時って言いませんか？なんとかさん、私は退職をすることになりましたので、残りのレッスンはあと2回、あと1回ですみたいな言いますよね。突然やめるって、これは一体どういうことなのでしょうか？皆さんの意見は闇を感じる、先生ないなった、一言は言うもんだよね。一言ぐらい欲しいですよね。やっぱり辞める予定があること匂わせたりね。これに対し有識者はそれ多分捕まってんだよ。それ多分捕まってんだよ。確かにね、私が住んでいました国でもね、突然ね、学校の先生などが突然退職する、明日はなんとかを勉強しましょうねと言っていた笑顔のなんとか先生、笑顔の先生、次の日に先生は退職しましたねって言われたら、一体どういうことだってざわつくんですけどね。そういう時大抵捕まってたね。ということなんですけども、これ疑惑は疑惑ですよね。ちょっとわからないですよね。これはあくまで有識者の憶測ですからね。有識者3501歳になってますね。有識者年取ってますけど、有識者もしかして今日誕生日なのでは？おい有識者ともしかして私誕生日一緒なのかもしれないですね。これちょっと怪しいですね。一体誰なんでしょうかね、有識者って。それでは次に行きましょうか。なんと朗報が入っているようですね。朗報でございます。なんとこちら先日行われました、これで最後アベレーションのアルファボス最終決戦戦いましたよね。皆さんこちらね、急遽さくらみこパイセンが PC のスティームのトラブルですかねによりまして、仕方がなくこれできない参戦をできないらした。でもね、今回あまねかのたしもう最強が約束されている布陣で行きまして、ついにアルファボス倒したね。皆さんついにですね、アルファボスを倒しました。これでホロライブのアークアベレーションのマップは完全勝利、完全攻略とさせていただきます。イエーイ。これだけなら嬉しいニュースなんですけどね。これだけならば実はですね、ちょっと問題がございまして、これちょっとこの4人の中でね、1人ね、ちょっと信じられないほどの廃人が今回のアベレーションでは生まれてしまったことが有名なのですが、皆さんご存知の通りですね、チョコ先生というね方がね、アークちょっと異常なほどに今回のマップでハマってしまって、なかなかの長時間配信記録を何度も叩き出していることは以前もお伝えをしましたが、なんとこちらのボス戦が終わりました。直後から再び長時間のアーク配信の世界へ行ってしまい、今現在もですね、今現在もやっておられるということですね。まだやってんだよ。草ですね。今現在もね、アーク配信をなさっておる。私もついさっきまで見ていたんですけども、まだやっておられるということなんですね。これちょっとやばいっすね。廃人にも程がありますよね、皆さん。これちょっとどれくらい廃人なのか気になりますので、もしかしてね、やっぱアークってハマりすぎますと現
実の世界よりもアークの世界にいる方が長くなってきてるんですよ。こちら新しい世界にいるようなんですけど、もう文明のレベルが一人だけ違いますからね。なんかすごいことになってますからね。というわけで、ちょっとチョコ先生がよく配信してるチョコ先生のチャンネルに行ってみましょうか。見てみましょうか。これやばいっすね。こちら青色の A のマークがあるのはアーク配信。これスクロールしてもこれやばいっすね。これやばいっすね。この辺あたりからアークにはまり始めたんでしょうか。これは言葉を失うレベルのやばさですね。これ皆さん、これが配信やで。しかも配信していない時でもチョコ先生いますからね、アークに配信しているだけでもこれですからね。これに対し皆さんの意見は草、ビッグ草、アークは生活、草、尊敬、尊敬尊敬もうやばいっすよね。現実にログインをしてほしいという願いもありますが、アークの方が現実なんでね。アークの方がチョコ先生にとっては生活なんで、現実みたいなクソゲーにログイン誰がするかよっていうね、ことなんでしょうね。ちょっとやばさが見えていますが、次のニュースに行きましょうか。これ来ちゃいましたね。速報です。速報ね、入っちゃいますよね。どうやっても入っちゃうんですよ。はーちゃまなんで。なんとはーちゃまし、ついにこれやっちゃいましたね。なんとこちらファッキュー動画をですね、こちら Twitter に投稿してしまったんですね。こちらはーちゃましのオフィシャル Twitter ですね。見てください。このね、ファッキューとしか書いてないですよ。しかも言う隠せてないですよ。私ですら隠しているのにね。私ですらちょっと言うなんてそんな書けなかったのに、隠そうとしたんですけど隠されていないですね。もうファッキュー動画ってしかも何ですか、意味全然わかんないですよ。これさすがにでもね、Twitter にだけだったら大丈夫だと思うんですけど、さすがに YouTube には投稿してないやろ。YouTube くん繊細ですからね、さすがに投稿してないやろ。これ投稿してますね。これハートパイセンのチャンネルで見られますね。これしかもこっちに関してはこっちはうまく伏せられているんですけども、サムネその右にあるサムネが一つも隠してないですね。もろファッキンですね。これちょっとやばいっすね。これ皆さんちょっとだけ聞いてみますか。これやばそうですけど、ちょっとだけ聞いてみますか。気になるんで、気になりすぎるんで聞いてみましょう。ね。頭おかしなるで。これ頭おかしなるで。これやばいっすよ。深刻に頭おかしなりますね。これやばいっすよ。これ聞いたら脳の細胞が破壊されるような気がするんですけど、さすがの有識者もね突っ込んでしまいましたね。というわけで本日覚えてほしい言葉は頭おかしなるで。頭おかしなるで。みんなねちょっとそういう瞬間っていっぱいあると思うんですけど、こちらですね、英語にしますとどうなるかと言いますと、I'm about to go fucking mad。 こちらになりますね。英語にしますと、英語というのは大抵何でもね、私がとか彼が、彼らがなどのね、誰がっていうのが必ず入るんですよ。日本語の場合はね、その言ってる人がそうなるんじゃろうって思うので I'm とかいちいち入れないんですけど、英語では必ず必要になります。I'm、 まず誰の頭がおかしくなるのか、こちらですね。私の頭なんで、これね、私。そしてですね、about to。これに
ですね、今回ぜひ覚えて帰ってほしいですね。about to というのは今まさにまさになんとかなるなりそうという表現になります。 about to、 つまり I'm about to、 これで私はなんとかなるで、ここだけで、私は私なるでなるで、これになりますね。これだけでもういろんな言葉にも使えます。 I'm about to die っていう風にすれば、わし死ぬで、わしまさに今から死ぬで、 I'm about to die これからもう死ぬでになりますしね。 I'm about to、 例えばもう何でもいいんですよ。 I'm about to go home、 わしも帰るで、喧嘩してる時のカップルですね。もう帰るけどいいの、私もう今まさに帰りそうですけどいいのみたいなね、いろいろ使います。そしてこちら Go mad、 これだけで Go mad、 これだけでですね、実は頭おかしなるという意味になります。 mad というのはね、怒るみたいな表現もありますけど、これくるくるピーという意味がありますので、ぜひ覚えてください。これはくるくるピーという意味ですね。そして go でなる、つまりくるくるピーなる。そしてそれを強調する言葉がもちろん fucking ですよね。これを入れることによって強調されるんですよ。もう頭マジクソおかしなるでということになります。これはもちろん皆さん習いましたよね。これ Go mad、 これはこの2つの組み合わせで初めてくるくるピーになるという言葉になります。 mad だけですと若干弱いですからね。皆さん Go home などね、こう Go なんとかの後ね続いて、それで一つの言葉になるような言葉は真ん中にファキングを挟むことで最高に意味が最高潮になることを覚えておいてください。それでは本日の天気はこちらですね。わためありがとう。これちょっとコメントのところにかぶっちゃってますが、キリュウココハッピーバースデー、わためありがとうございます。わためが祝ってくれていますね。わためどんどん絵うまくなって、でも前日の天気が実はちょっとね問題がありまして、これ昨日の天気なんですけど、これ左側がちょっとねおたんびという疑惑が湧いていることだけはお伝えしておきます。それでは皆さん、本日の ARC パスワードは爆誕 BAKUTAN ということで、本日も見てくれましてありがとうございました。おはようございましたって今言った？よくわかんなくなってきた。決めるタイプの